課長、私の提案聞いてください。この会社に健康管理システムの一環としてお昼休みに健康ストレッチの時間を作りたいと思います。その理由は2つあります。今まで自分からこんな提案をしたことはありませんでした。たくさんスピーチしてきたから少しは自信がついたのかな。お、今日も食べてる。これは非常に重要です。今、運動不足の中、お昼休みにストレッチを入れることで社員が健康に。トムさん、ストレッチをするんですよ。ちょっと何言ってんのか分かんないから帰り中にナス食べるのやめて。ジェイコさん、おやさん続けて。いいわよ。やったー、嬉しい。トーストマスターズの皆さん、こんにちは。前回はレベル3の進め方について解説しました。詳細は第8話をご覧ください。今回もプレゼンテーションマスタリーを例に挙げてレベル4の進め方について解説します。それぞれのパスとプロジェクトの概要は第7話で紹介したパス・プロジェクトの見取り表を参照してください。レベル4もレベル3と同様にそれぞれのパスの必須プロジェクトが1つずつと多数の選択プロジェクトがあります。プレゼンテーションマスタリーの概要はこのようになっています。ベースキャンプのパス&ラーニングのページを開いてみましょう。レベル4を終了する条件は必須プロジェクトを1つ、選択プロジェクトの中から1つ、合計2つのプロジェクトを終えることです。選択プロジェクトは全部で7つあります。実際にどのようなプロジェクトがあるのか見てみましょう。レベル4はポッドキャストを作ったり、ブログを書いたり、スピーチと Q&A セッションを組み合わせたりと実践を伴う選択プロジェクトがたくさんあります。またスピーチの有資格時間も変則的ですので内容をしっかりと理解しておきましょう。今回はプレゼンテーションマスタリーの必須プロジェクト気難しい聴衆の管理について解説します。このプロジェクトの特徴はスピーチの内容ではなく聴衆からの妨害への対応の仕方について評価が行われることです。ですのでスピーチトピックは自由で以前に発表したスピーチをもう一度使用しても構いません。またこのプロジェクトはプレゼンテーションマスタリー以外のすべてのパスでもレベル4の選択プロジェクトに含まれています。それではここからは概要を説明します。詳細はパスウェイズのプロジェクトチェックリストの中に書かれていますのでそちらも合わせて確認してください。このプロジェクトではあなたがスピーチをしている途中でクラブのメンバーから妨害が入ります。それぞれの役割の準備の方法はロールプレイアサインメンツに書かれていますのでダウンロードしてその内容を確認してください。妨害する役割は次の5つのうちから4つを選択して割り当てられます。1、トーカー、話す人。実質的には何も貢献するものがなくても人の発言のすべてに対して意見やコメントを述べます。2、インタラプター、中断する人。誰かが話している最中に発言するのを好む人の役です。3、チャタラー、おしゃべりする人。話されている内容についてのコメントや全く関連性のないことについて隣の人などに話すことを好む人の役です。賛成意見や反対意見、あるいは別の意見を述べることによって中断します。4、アーギュアー、口論する人。自分の知識を共有する義務があると思っている人の役です。他の人が自分の意見に賛成しない場合があることを理解できず、自分の意見を証明するために議論に参加します。5、サイレントタイプ、
沈黙する人、内気で自分の考えが冷笑されたり、恥をかくことへの恐怖心からグループディスカッションへの参加を避ける人の役です。クラブの VP または総合司会は、例会までにクラブのメンバーに5つの役割から4つを選択して割り当てます。それぞれの妨害役の人は自分の役割を事前に理解し、スピーカーが一度対応したらそれ以上は妨害を続けないようにします。また、妨害役をアサインする VP や総合司会は、どのメンバーがどの妨害をするのかをスピーカーに事前に知らせないようにします。スピーカーがそれぞれの妨害にどうやって対処すればよいのかは、プロジェクトに細かく説明されていますので、例会当日までにしっかりと内容を確認してください。もう一度簡単にこのプロジェクトの進め方をおさらいします。1、VP にスピーチのアサインを依頼します。時間は15分確保するようにお願いしてください。2、スピーチを準備、練習します。トピックは自由です。3、ロールプレイ課題を VP か総合司会に渡し、スピーチ当日までに妨害役を割り当ててもらいます。4、スピーチを実施し、プロジェクトを完了してください。このように、レベル4では、プロジェクトの内容によっては、スピーチ以外の事前準備に時間のかかるものや、クラブのメンバーの協力が必要なものもありますが、その分、実践的で面白いプロジェクトがたくさんありますので、楽しみながらパスを進めていきましょう。必須プロジェクトと選択プロジェクトを一つ終えれば、レベル4のクリア条件が満たされます。お疲れ様でした。次回のマイパスウェイズはいよいよ最終回です。それぞれのパスの集大成、レベル5の進め方について解説します。どうぞお楽しみに。皆さん、こんにちは。今日、総合司会を務めます、りえこです。初めての司会で、ちょっと緊張してますけど、楽しい例会にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では最初に役割の説明をお願いします。はじめに今日のまずは役割説明だよね。それでは本日の準備スピーチをされる3名の方をご紹介します。まずここまでは大丈夫。うまくできてる。皆さん素晴らしいスピーチありがとうございました。続きましてテーブルトピックスセッションに移ります。今日のトピックスマスターはノリの軽い、いつも急いでるタカさんです。りえこさん、紹介ありがとうございます。そして皆さん改めましてこんにちは。今日のトピックスマスターを務めますタカです。よろしくお願いします。今日は10個ぐらい質問用意してきたんですけど、なんかちょっと時間が押してるみたいなんで3つにしておきますね。トピックはもちろん皆さんもご存知、今 YouTube で話題のマイパスウェイズです。確かにちょっと時間が押してるな。こういう時はこうやってスピーカーの数を減らしたりして時間を調整することもあるんだ。さて皆さん、本日一番エキサイティングな時間、表彰のセッションに移りたいと思います。今日のゲストテーブルトピックススピーカーはどうしよう。完全に時間オーバー。へこむな。今日は初めての総合司会でちょっと時間が押してしまいましたけど、皆さんのおかげでなんとかやりきることができました。ありがとうございました。それぞれの役割ってやってみないとわからないことばかり。誰かが困っていてもクラブ全体でフォローし合って一つの例会を作り上げていくのが本当に楽しい。実は
また木持さんに総合司会のコツを聞いちゃいましたので、皆さんにも紹介しますね。はい、皆さんこんにちは、木持です。今回はですね、今日のトーストマスターについて語ってみたいと思います。通常の例会ミーティングですと TMOE とか TMOD なんていうね、名前がついたりしてますが、総合司会ですね。そのミーティングをいかに盛り上げてスタートして、いかに有意義な形で締めくくるかというようなところが、この今日のトーストマスターの役割ですね。さあ、今日のトーストマスター、イメージはですね、数珠です。いろんなものをこうつなげてね、お祈りするみたいなところだと思うんですけれども、それに必要な能力3つ列挙してください。1つは見渡し力ですね。総合司会として参加している方たちの中で、前のめりになっている人はいいですよけど、多少ちょっと内気な方とかですね、なんか、仕事で嫌なことでもあったのかなと思いながらね、ちょっと暗い感じで来てらっしゃる方、いろいろいると思います。目配り、気配り、心配りって、そういった、なんかこう、ずっとなっているような方たちを盛り上げたりとか、何か引っ張ってあげられるような、気づいてあげられるようなところで見渡し力というのが必要になってきます。そしてですね、そういった方たちをどんどん盛り上げて楽しく引っ張り込むっていう意味でですね、巻き込み力というものが必要になってきます。さあ、そんな見渡して巻き込んだ方たちをあなたの力でつなげる連結力というものを最後に持ってきました。そしてその連結力には総合司会としてのコメント、スピーカーを呼び出す時のコメント、そういったつなぎの言葉でもってみんなが一つの輪になる。輪ができるんですね。うちはユーモアのコールバックっていう技術何度か話題に出したことありますが、そのグループの中で出た話題をこうやって繰り返すことでみんなが一体感が出るなっていうことがありますが、あなたの総合司会のあなたの力でそのミーティングの内輪感を出していく。ああ有意義な例会だった、盛り上がった例会だったというようなことになるんじゃないか。そしてですね、それを実現させるためには、この実を完成させるためにはですね、聞くという能力が必要になります。話すよりも聞くなんです。なぜかって、スピーチやった後に一言言いたいじゃないですか。でもそのスピーチちゃんと聞いてないといけないわけですよ。総合論評が放った一言、フィードバックちゃんと受け止めて返したいじゃないですか。聞いてないとできないんですよ。ということで、実は今日のトーストマスター一番大事なのは聞くということで、ぜひ皆さん仲間のスピーチ、発言聞いてあげてください。よっしゃー、夏、念願のこの夏、1ヶ月待ちでやっと手に入ったんだな。早速開けてみよう。伊藤君。あ、部長、お疲れ様です。さ、来月 J 薬品の大は橋社長の前でプレゼンしなきゃいけなくて、ちょっとさ、私フランスに出張になっちゃったから、伊藤君代わりにやってくれる？プレゼン代わり大丈夫です。多分すっごい大事なプレゼンだから、私来週1回チェックしてあげるから、はい、やって。よろしく。バイバイ。今なんか頼まれた気がするけど、なんかなんとかなるか。